こんにちは、ハヤトでイズす。です。今日のテーマは何ですか？今日は2人がどうやって付き合ったかについて話したいと思います。2人が付き合った時は福岡にいたね。懐かしいね、福岡。懐かしいね。まあ結構前のことなんだけど思い出して話したいと思います。はい、楽しんでみてください。最初あったのは前の動画でも話したんだけど、行きつけの、インターナショナルバーかな。でそこで、イジーとあとアイスランド人の女の子と、フランス人の男の子とまず友達だったね。私の日本語学の友達だった。あとルーメイト一緒に住んでた。でそこでその時はね連絡先交換しなかったね。初めて会った時ね。俺ももうほんとチキンでチキンほんとチキンでおこがましい、そんな俺ごときが連絡先を交換できるわけがないって思ってて、でそのフランス人の男の子と友達になって、なんかその人もお酒大好きだし食べ物好きだしと友達になって、で1週間後ぐらいに次の週にイジーの誕生日があるっていう風に聞いて、で誕生日に行ったの。そこで衝撃の事実が判明して、イジーに彼氏いたんだよね。それはいるわって、それはこんだけ可愛かったらいるわって、後で納得したけど、でもそこでまたそのイジーと、フランス人の人とアイスランドの人みんなで仲良くなれたから楽しいなって思って、でそっからその彼氏も含めて友達として遊んだね。毎週末福岡で会って、そその場でよく話すから最初話してみたいな感じで、であとクラブ行ってなんかってそうだね、ダンスして若かりしい頃はね、はいそうだった。もうクラブとか行けねえや、年取ったからオールができない、であとはハードロックカフェか。いや、福岡にその時ねまだ大きいハードロックカフェあって、結構外人に人気かな。ハードロックカフェおしゃれだったし、大きいしライブもやってたしね。であとは俺ん家で鍋パーティーしたり、あとはイージーの家で、クレープ、だからその時はもうなんだろう、俺が生まれて初めてできた外国人の友達と遊ぶ、なんかちょっと国際交流感も強かったかもしれない。でもなんか俺は最初初めての友達だから緊張したんだけど、普通に日本人の人と遊ぶのと変わらない、なんだろう、普通にお酒飲んで美味しいもの食べてね。でそこら辺で気になる感情はあったけど、誰かの、友達の彼女だし、一友達として付き合ってたって感じかな。でもなんかよく話せる人だった。なんかいろんなテーマについて話せたから楽しかった。そんなことを思っていたのね。つまんなくならなかった。ね。でまたある週末になって、連絡が来て、今週もバーで飲もうっていうことでいいよっていうことでそのバーに行ったんだよね。であとその時地元から帰ったばっかりだったね。そう久しぶりに会った。年末地元帰って帰ってきた福岡にね。で久しぶりに会った日だったね。で彼氏どこって聞いたら、もう別れたよってなんか話になって別れたって聞いた時に俺は最初イジーにはそっか辛いね今日は飲もうぜみたいな話したけど、心の中ではよっしゃよっしゃみたいな、イジーフリーだ俺アタックできるみたいな、心の中でそんな風にもう踊ってた。でもう友達として女の人を見るんじゃなくて女の人として見たかな、そっから。で次の日に俺はもう行っちゃおうと思って、友達として俺は見てほしくなかったから、もう男として見てほしかったから、俺は好きで付き合いたい気持ちでいるんだけどイジーはどうかなみたいな。急すぎるけどね、別れた次の人。で私別れたばっかりだったから、ちょっと待ってくれるってなんか言ったね、そう言ったね。お願いして2週間待ってて、まずなんかちょっと迷ったのは一緒の友達がいたから、もしなんかちょっとだけ付き合ってすぐ別れたらなんかハートもその友達なくなる。なんかそれがなんかすごい
わがままだと思った。なんか自分だけ考えて他の人の関係もなんか壊したりとか、そうしたくなかったから、まずそのなんか友達に行って、友達が彼氏になっちゃうみたいな、なっちゃいそうで、なんか話してごめんね大丈夫ってなんか友達に聞いて、みんなのいいよなんか応援するよって。嬉しい。2人とも俺的には2週間って言われたから、よしじゃあ2週間待とう。まあでも2週間の間別に会っちゃいけないとは言われてないから、次の日スペースワールドにさせたのかな。でそこに行って、まあ楽しかったね。なんかクソボロボロって言っちゃ悪いんだけども、寂れてて、でもジェットコースターとかいっぱいあってさ、あそこに入りたくなかった。なんか怖いお化け屋敷。いやお化け屋敷。あとなんか一緒に行くってなんか多分こうなっちゃうからなんかそれしたかったでしょ。なんか思った。でも私も入りたくない作戦は失敗しましたよ。作戦は失敗しましたよ。でその遊園地デートが終わった後に1位からいいよみたいな、2週間待っててって言ったのに、なんか、結局に私がなんか我慢できなかった俺はもうそれでびっくりしてみたいな。2週間って言ったのに今まあ本当にみたいなでなんかわかんないけど、そこでじゃあよろしくお願いしますみたいな感じで付き合うことになったかな。それで付き合ったんだけど、俺もちょっとわかんないところがあって、なんで俺でよかったの？なんで隼人？そうもう全然わかんない。 OK をしてくれた理由が、最初からなんかうまくコミュニケーションできた。なんかちょっと英語話せるのもなんかいいところだと思うけど、できないけど頑張って話した。そう頑張ってくれたし、なんか聞いてくれたし、でなんか私とだけじゃなくても、なんか友達と遊ぶとなんかみんなをなんか楽しませるとか、なんかムードメーカーという人だから。ムードメーカー。まあそうだね。もうお笑い係だったから。そうなんかとりあえずみんな楽しませて。自分もバカにしても、他の人が笑えるならいいって。なんかそんなにずっとクールとかな感じじゃなくて、クールキャラではないね。なんかたまに面白いとかなんか、そうだね。可愛いところもあるし、なんかじゃあなんか話すにも気使わないで話したみたいな感じ。なるほどね。だそうです。わかんないけど、俺からしたらなんで付き合えたかいまだにわかんないんですけど、私もよく運だったかアクシデントだったってジョークだけどね。一つ言えることは俺が外人の彼女欲しいみたいな感じじゃなくて、最初から友達で入ったから自然だった。だからイジーもなんかそんな俺から何この人グイグイ来てるみたいなのは多分感じてなかったし、自然に入れたのかな。でも見せるのも大事だ。俺お前のこと好きだよみたいな、女として見てるよって、それを見せてほしいタイプの人もいるじゃん。ずっと待ってる人もいるから。そう日本人の人は奥手でさ、自分から行かなくてなんか草食系男子とかいろいろあるけど、でも俺はそれだったら行った方がいいかなって思う。俺の場合は友達から入ったけど、普通は友達じゃなくても最初からね男女として会うのが普通だと思うから、とりあえず行って玉砕覚悟でどんどんアタックするのが一番いい方法かなと思います。以上が僕たちのどうやって付き合ったかの話でした。誰かの参考になれば嬉しいです。じゃあまた次のビデオでお会いしましょう。じゃあね。バイバイ。バイバイ。